こんにちは。イントネーションに癖のあるメイです。今回は前回作ったエイブルシスターズの北側に道路を作ります。多分マイルザを張りまくっていくんだろうと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。早速海を駆け抜けていきます。エイブルシスターズ横の構想はまだ考えていないので未来の私に期待ですね。仕立てや入り口のある道路から続きを作っていきます。作業を始めるのはこの辺りからちょっと右に行ったところですね。大きな網を作った時にちょっとこの辺り斜めにしておくねといったところをしっかりまっすぐにしていきます。前言撤回、朝礼母回、2点3点していくのが島クリエイトです。過去の私に申し訳なくなりますね。今作っているのは道路の脇にある展望スペースです。まだ展望スペースを作る基礎段階なので何を作っているのか全然見えてきませんね。展望スペースはこの島初の3段目になるのでオランジェ島で一番高い場所になりますね。展望スペースは見渡すだけの場所なのでかなり小さめです。2段目は道から 5×5 マス、3段目は 6×4 マスの小スペースです。広い展望スペースを作ってもよかったのですが右側のスペースを圧迫してしまいそうなので小さめです。大規模クリエイトしすぎて島の横幅足りない問題が起こりそうなんです。海を作りすぎないようにしようとしても見栄えのためにほぼ海の前デザインを敷いてしまう、そんな衝動に負けてしまっています。展望スペースの右側はちょっとした崖を作ろうと思っています。前に山を作った時の経験を生かしていきたいですね。前回山を作ったことで山が見えてきたような気がしています。展望スペース作りですね。2段目は横6マス必要でした。早速前言撤回です。海に近い山を削って展望スペースにしたという設定なので今回は崖肌が見えていてもいいかなと思っています。こんな感じになりました。四角なので人工物感が出ていますね。いらない柵を撤去します。展望スペース入り口に砂のタイルを敷きます。とてもありがたいことにマイデザインを好きと言ってくれる方が多くて本当に嬉しいです。4年前に描いたマイデザインに比べてかなり詳細にマイデザインが描けるようになってきました。それでもまだまだ描けないものなどはありますが、描くときにちょっとうまく描ける気づいたポイントなどをお伝えできる動画を作りたいなと考えています。木のマイデザイン以外で描き方やポイントが知りたいマイデザインがあったらぜひコメントをお願いいたします。柵を新しく付け直していきます。展望スペースに上がる階段を作ります。たった数マスに階段をつけるなんて贅沢すぎるだろうと思いつつつけました。欲望に勝てないみたいですね。展望スペースにマイデザインを敷いていきます。4段目が作りたかったのですができないので階段のマイデザインを敷いて疑似の4段目を作ります。2段目にフェンスを置いて落下防止対策をしていきます。柵をつけたいけどマス数を増やしたくない時にぴったりなアイテムですね。正面は手すりを置いて撮影の時に邪魔にならないようにします。こちらはキューブライトです。2段目のフェンスと3段目の手すりの高さがほぼ一緒なので揃っていて気持ちがいいです。展望スペース周辺を飾り付けていきます。道路の脇道にこういうスペースがあったら寄ってみたいなと思えるスペースになるようにしていきます。駐車場がないので自転車か徒歩限定ですけどね。鉄の柵をどんどんつけていきます。この柵のために毎日岩を叩いて暮らしています。色をつけすぎないように大きな家具は白黒系で統一します。展望スペースが完成しました。次は展望スペース右側の崖作りです。広葉樹最大サイズを植えています。
成長の芽がいらないのになぜか幼木を埋めるメイシー。彼女は最後まで気がつかないのであった。木を植えられないけど木が欲しい部分は観葉植物を置きます。砂浜をどんどん広げて他の砂浜に到達するまで広げていきます。到着しても手が止まらず砂浜を拡張し続けます。崖にちょっとした木の群生地を作ります。日本の海は特に崖下と海の間に木や草などがあることが多いので、それを再現していきます。後ろと右側は少し小さめの木にしています。山の形になるべくなるようにしています。上から下への角度はできたのですが、もう少しだけここに家具を足していきます。石を足すことで海岸の岩場となだらかな山の形ができました。左側の海とつなげていきます。いつも通り波の輪郭を作ります。崖下は海が崖に当たっている風にしたいので、まっすぐ波を敷きます。透過されていない海の前デザインをたっぷり貼ります。山から見たら OK。 展望台から見たらアウトですね。後で前デザインを貼るとして、奥のスコップでつけた穴ら辺まで崖を作っていきます。横の道路から縦に10マスくらい崖を作ります。崖の先が見えなくていい感じ。いろんな角度で道の長さを確認します。一応展望台からも確認。崖の先が見えていますが、あの先はいろいろ作るので見えててもよしとします。道路幅は7マス、ちょっと広めの道路です。前に崖に道路を作った時は崖幅を広くするのが面倒で小さな道路にしていましたが、今回はドーンと大きくモランジ島の観光名所にしたいので、みんなと集合写真撮れたらいいなと思って広めです。良い道幅になりました。縦の道路は横7マス、縦に10マス、ノンストップで作業すれば8分くらいでできます。作った崖に道路の前デザインを敷いていきます。まずは道路の側道的な縁石のようなものを敷いていきます。後で柵を立てるので私的には必須ですが、道路幅をこんなに取れない場合はこの縁石部分だけ削って外側にフェンスをつけてもいいかもしれません。前デザインの道路の構成は縁石、白線、無地、中央線、無地、白線、縁石の順番ですね。道路を作るだけでシンメトリーになるので気持ちが良いデザインが勝手にできてしまいます。あとご質問をよくいただくのですが、私が作ったものを真似したりそのまま作ったりしても大丈夫なので、気軽に楽しくあつ森ライフを楽しんでいただけたらなと思います。横向きの横断歩道の前デザインは投稿してあります。真似してもらえるほど私の島クリエイトは良かったのかと嬉しくなるのでガンガンやっちゃってください。こんなの作ったよと SNS とかでメンションをつけてもらえると画像のような感じで喜んで見に行きます。ちなみにこの橋のモデルは角島大橋です。縦の道路ができたので横の道路とつなげていきます。縦と横の道路がちょうど交わる部分は中央線をつけないようにします。つけると不自然な感じになるので注意です。道路を閉じていきます。この道路に全てマイデザインをノンストップで敷くと8分かかりました。崖と合わせて16分くらいでできちゃいますね。道路の先が見えなくていい感じです。海が途切れているのでさらに海を足すのと右側にも海を作っていきます。道路の端くらいまで全て海にします。道路の右側も同様に水浸しに。後で変えるかもしれないのでとりあえず全面水浸しです。横の道路付近は砂浜を敷いて浅瀬感を出していきます。崖っぽさを出すために洞窟を置いて不自然になりがちな箇所を隠していきます。洞窟を囲うように波をつけて洞窟に波が打ちつけているようなイメージで敷きます。灯火のマイデザインを貼り付けます。海にアクセントをつけます。手前の方は葉っぱを、波のきらめきは全体的につけ、島の奥の方を少しだけ多めにキラキラさせます。海ができました。島の大半をマイデザインで埋め尽くしています。道路をぐるっと囲むように柵を立てていきます。たくさん使うのでフェンスよりコスパがいいかもしれません。島の右奥は更地化していないのでいつも背景が汚いですね。横断歩道は塞いでいくスタイルでやらせてもらっています。道路の全体ができたので次は飾り付けです。歩行者信号機を横断歩道の左右につけます。左右で点滅がバラバラなので危ない信号機です。
車は白と黒系でまとめて、奥に行くにつれて小さい車になるようにします。崖幅で奥行きを出せない分、車の大きさで遠近法を使っています。R な街灯を置いて夜でも走りやすいように。丸い街灯でも可愛いのですが、こちらの方が高速道路っぽさが出て好きですね。海に続く先の見えない道路ができました。海の奥は今後作り込んでいく予定です。島と島をつなぐ大きな道路はいかがだったでしょうか。この先どうなっちゃうんだろうと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand